そういうことで実習、それだけ。泥の CFDFX 戦略24テスト。東雲東雲、お疲れ様です。無事のようで何より、っていうか声が切れてますよ。東雲東雲、音楽だけ流れてます。シュールな感じ W。入ったかもしんない。入りましたかね？入りました？ちょっと今、インジケーターは出ました。マイクの方のテストです。あ、本当ですか？よかったです。すいません。なんかマイクが変更になってました。違うマイクに、定のマイクになってましたね。はい。ということで、はい。あ、ちのめさんありがとうございます。助かりました。聞きました。しめじいさんがちょっと入院されてるっていうのをなんですけど。東雲東雲、聞こえた。はい。なので音声の方がチェックしていただける方がちょっと今不在というか、ちょっとそれよりもそんなことよりもすごい心配なんですけどね。ちょっとサラさんの方がTikTok で教えてくださって、うん。ね。あ、ちのめさんはあれですよね。今、九州ですよね。そうそうそう、入院なんですよ。うん。はい。なんか木曜日まで入院って言ってました。入院。はい。なんか、大丈夫かな？本当。まあ、僕があんまりここで、こういう場で言っていいかわからないですけど、持病か何か持たれてるのかな？はい。心配ですね。はい。で、ポストプライムの方がちょっと、なんていうかな、メッセージ、なんていうか、投稿がちょっとどこにあるかわからなくて、そう、あれなんですけどね。ちのめさんはあれですよね。ちなみにまだ九州ですもんね。こう、今日 Google マップ先に出して、はい。あ、あれですよ。ちのむさん、あれ、TikTok ライブ中にね、あれ、ちのめさんの消費税の話聞いてました。難しいだろうなーっていう消費税の話。はい。確かにと思いながらこう、実は TikTok ライブで少し、自分がもうちょっと運転疲れたので、流してましたね。久留米ですよね。はいはいはい。ね。あれそう、そうですね。はい。東雲東雲、久留米市にいます。はい。はい。それでは、早速なんですけど、ちょっとお土産話というか、最初にしてね。今日はあんまり、たくさんのことを喋れるかわかんないですけどね。東雲、使用料ください。ありがとう。
サラさんと、あれとか言って、話聞いてました。はい。消費税の、3%、竹下内閣ぐらいのね、時からの分で行きましょう、みたいな。はい。それではですね、ちょっとお土産話というかしていきたいと思います。僕の方が、言ったように愛知県の、豊田市というところから、スタートしました。で、スタートがですね、ずーっと、最初ね、もうこっち行きました。東名高速でずーっと行って、どこだったかな？天王道っていうのを通っていこうと思って、こちらのね、ここだな。東名じゃなくてずっと246号線を通っていって、海老名、ここですね。厚木だ。この厚木というところから圏央道を通って行きました。ずっと空いてましたね。はい。ずっとこの圏央道っていうのが、これか。これ圏央道出てるかな？この、はい。八王子通って、大海通って、埼玉抜けてって、この468って書いてあるんですけど、これが圏央道かな？で、国道4号線に通りました。はい。国道4号線どこだ？国道4号線、はい、これですね。国道4号線、すごいいい道でした、国道4号線。さすがだなと思って。2車線でも大きくて、国道1号線よりもね、全然、走りやすかったです。4号線でずーっと行って、で、その日、山形市に宿を取ってたんですけど、ここでトラブルがあって、どこだったかな？矢板行って、ここ今ちょうど福島県に入るところで、はいはい、ここですね。ここ。白川っていうところから、カーナビがですね、カーナビの整理しちゃいけないですけど、この会津若松行って、喜多方市行って、で、この米沢に行って、で、山形に入るというここですね。山形に入るっていうルートだったんですね。はい。ですが、なんかこの今大雨がすごいんですよ。今もちょうど東北日本海側大雨ですよね。この影響でカーナビは行けって言ってたのに、ここ大峠道路って言うんですけど、ここの米沢と喜多方を結んでいるこの峠。これがですね、もう入り口で通行止めで、結局ですね、この北方から、この大峠の入るところで止まっちゃって、で、迂回路がなくて、ここが。この塩原っていうところもこれもダメで、ここも通れなかったんですよ。なので、結局、戻ってきた、会津若松まで戻って、で、この高速を使って、郡山に入って、福島にぐるっと回って、で、米沢まで行って、山形に着いたという。ここだけでですね、もう、20時間ぐらいかかったのかな？まあいろいろ休憩も挟んでですけど、その日の土曜日の3時に出て、ここに着いたのが10時。10時かな？朝3時に出て、10時ぐらいに着きましたね。はい。夜の。なので、もう丸1日っていうか18時間だ。18時間ぐらいかかりました。で、もう、ヘロヘロになって、ほんですぐ寝て、で、ここの、もう矢印が出て1番ですね、ここが。1番に行って、で、YouTube ライブをここでやろうかなと思ったら、運がまた悪くてですね、この2番の、すごい山があったんですよ、ここの山。で、
ちょうど YouTube ライブするっていう時になったら、もうここ全然電波が通らずですね。はい。結局 YouTube 5分とかぐらいでもうプチプチ切れてしまって、断念したということになります。結果から言うと YouTube ライブできなかったんですけど、他のところはね、割ともう電波が入ったというオチですね。この2番のところがね、四国行ったのと同じぐらい結構きついところで、峠道でした。ただ、一個ずつが、やっぱり四国の88カ所と違って、一個ずつがですね、距離が結構あって、これでも、この1番から2番でも、これでも、40キロ、50キロぐらいあるのかな。で、1個行くのにだいたい1時間ぐらいかかってましたね。はい。で、山形で1番、2番、3番って言って、でね、4番、5番、6番がね、確か、鶴岡。ここですね。鶴岡の方ですね。こっちでしたね。ちょっとこれ出てきてないですけど、鶴岡の方と庄内というところ、4番、5番、6番と行って、なんとかその日に、7時ぐらいかなに終わって、秋田に入りました。ここですね。秋田に入って宿に泊まりました。で、この秋田の道も、すごいいい道でした。で、東北って、こんないい道なんだと思いましたね。で、こっちの高速道路が、開通してなくって、なんか無料区間とかずっと、日本海側がね、ずっとこの、高速じゃないんですよ。なんて言ったらいいんだよ。自動車専用道路という道路なんですね。ここがずっとあって、で、途中高速道路が切れたりとかして、有料道路が。国道7号線も海沿い走って、すごいいい道でした。で、ずっと行って、このね、酒田から、鶴岡、酒田から、秋田も、でも2時間くらいで着いたかなここは。はい。でしたね。で、泊まって、で、ここから朝6時に出て、7番これがですね、秋田のとこが7番、8番、9番が1時間以内で全然行けるところで、パッと朝行けちゃったんですよ。で、なんだ、当初ね、10番ぐらいで、この、生ハゲのところ。なんだっけ、ここ。小賀市って言ってましたね。小賀っていうとここは生ハゲの有名なとこみたいで、そこら中町で生ハゲがあったんですが、ここがね、10番だったんですよ。しかも10番が出てこないな。ここに10番がありました。不動村だね。だけど、10番までの時点で、日曜日の9時だったのかな、もう朝。なんだと思って、これだったら12番まで行けるわと思い、小賀から、三種町というとこ行きましたね。11番。これですね。三種町、ここ。11番がここにあって、で、この調子なら秋田も制覇できるわって、都道府県に、東北だと6県あるんですけど、その6県ずつに6カ所。ってことは、山形に6カ所。で、秋田に6カ所。っていう形で6カ所ずつあるので、7番からだったら12番まで行けるわっていうことで、三種町から、この大館市っていうところですね。もうね、青森が近かったです。弘前ここですもん。はい。で、この大館市というところまで行って、ここでね、もう帰ろうということで、なんとか、今回、36のうち、山形と秋田は制覇できたということになるんですが、とにかくね、
遠かったっす。めちゃくちゃ遠かったです。大館っていうところでもうすでに愛知から1000キロ近くあったんじゃないかな。はい。もうなんかね、自分の中でね、大館着いた瞬間に、いや、俺これ帰れるのかなって心配になりました、やっぱり。はい。もうね、やっぱもう寺回ることよりね、なんか愛知に帰ってこれるのかっていう心配が先に来て、で、まあ、この大館っていうところが、昼の12時だったんですけど、この日、夜までに、新潟の直江津っていうところ、上越か。はい。ここですね。ここに宿おったんですけど、このカーナビで見たときに、この上越まで行くのにも、ここ大館から上越までが、違うな。10時間とかって出たので、これ宿泊まれるかなと思ったんですけど、なんとかこの、日本海側のやっぱ道が良くって、高速とかも、時間通りには運びました。とにかく渋滞がこの、お盆、一回も遭遇しなかったのが一番大きかったですね。ただ、大雨がすごかったので、こちらの大雨が、僕、どこだったかな？大雨を体験したのが初日の、静岡で台風がちょうど来ていて、土曜日の朝、ここで一回すごい豪雨に見舞われて、それから、こっちの東北のこの秋田のあたりとか山形のあたりで突然降ってくるんですよね。バーッと。こっちはどっちかというと、梅雨前線の方、大雨の方ですね。これで、今も降ってるとこあるんですよね。はい。で、水害とかは、ちょっと見えませんでしたね。なんていうんですかね、被害が。ちょっとわからなかったですね。はい。という、まあ、寺の内容よりいつもですけど、なんていうか、オリエンテーリング的な感じですね。不動村の。はい。でですね、一応この36の不動村で12行ったんですが、続き、この13番からは、来年だなっていう感じ。来年できるのかなと思いました。まあまあ、何かというとですね、とにかく、長距離の1日ね、運転が13時間4時間運転してるとね、体がちょっとやっぱり辛いですね。なんて言ったらいいのかな。長距離運転っていつぐらいまでできるかなと思うんですけど、まあ、しょっぱながね、青森からスタートってね、はい、弘前からスタートなんですよね。13番が。まあちょっと、これは、来年どうしようか今考えてます。まずね。はい。あと、この36不動村ってやっぱりいろいろあって、近畿にも36あるし、東海にも36あるし、九州も36不動村があるみたいですね。36だったかな？九州ちょっとこれ入れてもいいですか？九州だったと思う。九州。出るかな？出ましたね、九州。はい。九州36、間違えた。九州は、いいのかな？ 36 不動村でいいのかな？はい。こんな感じで、各ところに不動村って地区ごとにあるんですね。山陰もあるのかな？山陰、ないかな？山陰はないね。できれば何言いたいかというと、山陰も出てきた。山陰も出てきたな。調べて、今度年末行くんだったら、この山陰山陽。こんばんは。どうもお疲れ様です。川端さん。また
すいません。ずっとお土産話ばっか勝手に喋ってますけど。はい。もうすぐやりますね。で、九州か年末はい。しのめさん、九州か、ここ、中国地方、あったかいところを回ろうかなと思ってます。ただ、九州もね、遠いですよね。でも700キロかな愛知から、ね、福岡って700キロちょっとぐらい東北の方が距離は遠かったです。やっぱ。まあ、見れば、地図見ればわかるか。はい。名古屋からだ。はい。道はいいんですけどね。ということで、まあ、あったかいところに今度行こうかなと思っております。いやー、でもね、年々。東雲、小倉まで700。やっぱそれぐらいなんですね。はい。ね。そうそう。九州はもう、何度か、行ってますけど、でも行ってるって言っても、やっぱり福岡が何回か行ったことあるですね。福岡、九州、北九州、小倉はい。久留米も行ったことあります。はい。行ったって通ったことがあるのか。熊本の地震があった時にボランティアで行ったこともあったし、あとはお友達が小倉にいたので、そこに遊びに行ったこともあります。から大学時代で九州一周もしたので、知らないとこではないです。今回の東北の方が本当に知らなかったですけどね。はい。まあちょっと年末またやろうかな。で、YouTube はね、ライブは無理ですね、きっと。しのめさんよくやりましたね。これ、YouTube ライブやってる時あれですかね。こう、プチプチ切れませんでしたここ、でも何回かプチプチ切れたのかなはい。プリズム、なんとか、ライブプリズムだったっけソフト使ってもね。結構大変ですよね、これ。はい。まあ前、四国で散々そのプチプチ切れてやってやりましたけどね。切れてました。そうですよね。TikTok はほら、切れても全然、いいですけど、切れてもほら、録画されないから。YouTube は録画されるね。トンネル長いので。そう。でもね、TikTok と比べるとね、やっぱり YouTube ライブの方がね、切れます。すごい。ピチッと。逆にライブする側としては、TikTok の方がありがたいなと思いました。やっぱ YouTube だとね、なんか、喋っちゃいますね。なんて緊張がするっていうか、録画されるから、多少緊張があるみたいです、僕は。はい。はい。ということで、まあ、全然お土産話はなってないですけど、東北のね、秋田、山形の旅でしたね。はい。特に道路が良かった。はい。いいとこでした。で、寺の印象は、相変わらず、写真を撮って、ちょっとお参りしただけだったので、インパクトはないですけど、はい。でも、お寺の方はね、そう、四国よりも、一つずつの不動尊は、大きい寺が多かったです。はい。多かったです。多少ちょっとあれと思うとこもありましたけど、でも本当に大きい寺が多かった印象ですね。はい。本当世界遺産とかもあったんですけど、ね。緊張ゼロ、眠気防止です。そう。なるほど。そうですね。はい。それでは、今日の相場、久々ね、確認していきたいなと思います。こちらの方ですね。間違えた、これね。今日後半、後半のナスダックの、投資塾のユウさんからまた、お話ね、していただいた、低減と低増の話をちょっとして、勉強していきたいなと。もう見られた方もいるかもしれないですけど、休み前にちょっと設定した内容でしたけどね。
はい。ちょっとこれをお話ししたいと思います。はい。スタートしてナスダックが13,000。まだ言っても下がっても、こんだけ下がっても13,000ですよ。はい。SP500 も 0.26 下がってますけど、4,280ということです。下がってるって言っても今日はちょっと調整してるっていうぐらいです。はい。で、気になるのが今日、ダウが上がってます、今。ダウの銘柄が上がっていて、で、SP500 はそうでもなくて、ナスダックが今落ちてると。落ちてるって言っても全然、先物の方は 13,500 ですので、全然落としてないです、これでも。逆に、昼間の先物がまだ上がってたので、13,700 まであったので、いやー、これは上がりすぎだろっていう感じですけど、まあ今、ナスダックの方は、半導体が落ちてますので、半導体の影響があるのではないかなと思います。また、セクターごと確認してきますね。はい。それから、今日、あれですね、そんなに遅延してないんですかね。今日僕は24時間ライブまだセッティングしてないので、これのライブしかやってないから、インターネットの関係がいいかもしれないです。はい。それで、米国の2年債が 3.247 と、ちょっとここキュッと上がってます。はい。10年債がギュギュギュッと上がってます。っていうか、10年債ちょっと下がりすぎでしたね。2.866 ということになってます。やっぱこの2年債の 3.247 っていうこの 3.25 あたり、ここがね、もうポイントかなと思います。今ちょうど、ここの金利の値ぐらいを目安に考えれば 3.25 あたりがいいんじゃないかなと思いますね。はい。ビックスは、まあ、プラス 1.15。ただ、20なのでまだビックスが全然恐怖がまだないです。まだないですね。はい。ということになります。アメリカの方は今こんな動きをしてます。世界見ましょう。世界の方です。中国が、香港がまたちょっと調子が悪いです。香港なかなか難しいですね。2万切っちゃいました、今日。はい。19,830 ということで、感染指数が2万を割ってます。中国もあんまり動きをしておりません。あれですね、全然関係ないですけど、アリババをソフトバンクがシャッと売ってましたね、もう。はい。ニュースになってましたね。決算も出た時もちょっとね、孫さんから話があったんですけど、ソフトバンクグループもアリババをちょっと前にだいぶ売り払ってましたね。さすがですね。はい。まあ、アリババがちょっと上場廃止の話もね、噂も出てるということで、まあ、そのこともあってか、はい。危険回避をしたというか、そんな感じですね。逆に言うと、中国のハイテク企業、なかなか一筋にはいかないですね。いい企業多いのにね。難しい。はい。韓国、台湾は、あんまり変わっておりません。東南アジア、インドがですね、やっぱりちょっとここ抜けてきました。17,800、じりじり戻ってきました。はい。東南アジアは、そんなに動きはないですけど、マレーシア、インドネシアもじりじり戻ってきましたね。ここも。はい。戻ってきました。ベトナムは変わらなく、低水準のまんまですね。なかなか難しい。はい。ヨーロッパ行きましょう。ヨーロッパの方ですけども、イギリスは、好調というか、ぼちぼちいいです。7,500ですね。はい。安定していると思います。ドイツ、ひたひたと、13,800。ひたひたと、もうちょいですね。14,000まで行けば戻ります。ウクライナの前のとこまで戻ります。ユーロ。あんまり今日動きないですね。3,789ということで、もう少しこれも3,900までもう少し。
です。南アフリカが戻ってきましたね。少しずつ。今、世界経済が少しずつ、アメリカのやっぱり影響大きいですね。戻ってきております。はい。特に強烈なニュースもないので、今本当に戻ってきてますね。はい。コモディティ見ましょう。久しぶり。はい。ゴールド、その前にダウ指数がプラスになっております。はい。ゴールドが1770ですので、一時期1800まで上がってましたけど、落ち着いてきました。はい。シルバーも今20のラインで落ち着いてきております。プラチナパラジウム銅がちょっと上がっております。原油90を割って、今88のラインで動いておりますね。はい。ブレンド、これ、北海原油ですね。こっちが94ということで、まあ、今、原油はまだ安定している値ですが、できれば、パンダ的には下がってほしいかなっていう感じですね。はい。はい。天然ガスが今日、くちゃくちゃ上がりました。久々、9.1 まで行きましたね。久しぶり9の大台に乗りました。需要と供給のバランスと、多分テクニカル的に問題は、なんていうの、レンジブレイクしてる、ショートカバーしてると思います、これは。はい、9までいってると。はい。ソフトコモディティですけども、そうですね、一時期ちょっと上昇トレンドかなっていうところはありましたけど、また、下落になってきています。大豆が1390ですね。コーンが616ということで、この値、まだまだ、またちょっとテクニカル見ればと思いますけど、まだ下落続いてる。下落が続いてるというか、下げ止まった位置だと思います、今ちょうど。はい。日足レベルでですね。大豆コーンは、下げ止まってきてるかなっていう感じです。はい。コーンの方、小麦の方が、そうですね。ちょっと今上がってますけど、だいたい800前後のところでうろうろしてます。今、ちょうど価格が、下げ止まったところのソフトコモディティですね。最後に仮想通貨。この時間は下げております。下げてる。ただ、下げているんですけど、ここ最近では、イーサリアムの、アップデートとかの関係もあったりとか、で、今、ちょっと価格が上がっているというか、底ついたような動きをしております。同時コインだけなんかあったんですかこれ。13.7 ですね。イーロン・マスクなんか喋ったのかななんか、また、お祭り、同時コインだけお祭りしてますね。一人で。はい。はい。ということになります。じゃあ、ヒートマップ見てみましょう。これ1週間のパフォーマンス。今日のまずパフォーマンス。はい。今日のパフォーマンスですけど、大型株は、安定しています。あんまり動きがありません。はい。ガーファムはあんまり動いてないです。半導体が下げてます。ブロードコム。下げてるってもすごい下げてるわけではないです。はい。1% 程度ですね。はい。はい。今光っているのが日用品のウォルマートがプラス 5.43 ということで、これ、決算じゃないか？決算かもしれないですね。ちょっとまた、確認したいと思います。日用品が上がっております。それからホームデポン日用品ですね。これも 2.95 ということで上がっております。ホームデポも決算かもしれません。あとは、そんなにですね、エネルギーもあまり変わっておりません。全体的にね、色がくすんで見えると思いますけども、今日はそんなに動いておりません。ちなみにちょっと1週間のパフォーマンス、この間土曜日やってなかったので見ますね。先週1週間です。
違うわ。これ1週間のパフォーマンスは今日の火曜日から、だから先週の火曜日から今日の分も入れてるのかな。はい。っていう1週間パフォーマンスは見ていただくと、先週はね、ほとんどプラス、戻ってきたという大型株が Apple、Microsoft、Google、テスラもともに、5% ぐらい、メタもそうです、6% 上がっております。はい。というパフォーマンスでした。なので、まあ、そろそろ投資している方は、どうかな、買おうかなと思っていた先週はね、あたりかなと思いますしね。少しでもね、こう投資されてる方も戻ってきてもらえるといい。まあ、夏休み取っちゃってる人もいると思うし。はい。まあ、今日はゆうさん、投資塾のゆうさんの話も出ますけど、長期の投資家さんは、やっぱり今年、アメリカが1月からずっと下がってきた時って、やっぱり投資にあんまりこう積み立てて、ほら、積み立てておけば興味なくなるっていうか、なんて言ったらいいんでしょう。勉強しない方も多いじゃないですか。なので、下がってきた時には、なんかちょっと資産が減るなって言うと、やっぱり、携帯見ないじゃないですか。なんて言ったらいいかな。値動きをね。なので、こう上がってきそうだなっていう時にどれどれっていうことで、やっとね、少しずつ、投資をこうね、されてる方、トレードしてる方はまた別だと思うんです。投資をされる方、こう、戻ってきてくれるんじゃないかななんて思っております。はい。それではですね、ちょっと、チャートの方を確認しますね。ウォルマート見ますね。ウォルマートはどこだったかな。これですね。はい。出てます。決算終わりました。決算8月16日。今日の、昨日やったんですね。はい。売上ともに、クリアしております。ウォルマート、一時期ちょっと下方修正したってことで下がってましたよね。これ15分足で、ちょっと冷やし見ますね。はい。そうですね。ここで、ポーンと7月の26日の時に、下方修正があって、会社の、下がりましたけど、戻ってきて、しかも、140まで今、ポーンと跳ねましたけど、これ、あれですね、ウォルマート、すごいですね。かなり戻しましたね。前回の決算の分を帳消ししたぐらい上がっております。はい。もしか次回の期待がすごいのかな？そうでもないですね。次回の売上、てか決算の予想は、今回よりもちょっとマイナスですけど、でも、あれですね。やっぱこの4月から6月の決算を、大決算と見たんですね。はい。でも利益率が 9.3 プラスなのでかなりサプライズもあったみたいですね。はい。ということで、いいお話かなと思います。日用品がこんだけ上がると、やっとちょっとこう、ね、底打ち感が、アメリカ出てきたのかなと思えるものですね。あと、コストコとか、もうちょっとしたらあるのかな？ E&G はいつだったっけ？もう終わってますね。コストコはどっかあったっけ？多分遅いと思いますね。そうですね。コストコが8月17日ですね。明日か。明日やりますね、コストコが。ここで、いい決算が出るとね。もうでも、コストコも今見てもらうと、冷やしで少しずつ上昇トレンドになってきてますね。ごめんなさい。これ、コストコじゃない。シスコだった。間違えました。こっちでした。シスコ。違う。何を言ってるんだって。これですね。決算まだ全然先でした。やっぱり9月でしたね。そう、前回3月だったからな。違う。
6月だったんですね。コストコ遅かったですね。すいません、もうコストコは決算関係なくもう、あれですね、7月から冷やし見ていただくと、また上昇トレンドに戻ってますね。はい。日用品のところは。こんな感じですね。はい。だいぶいい感じになってますね。はい。あと、ホームデポですね。HD。あ、やっぱり決算でしたね。ホームデポも出てました。両方とも売上と、共にクリアしてます。ほとんど予想通りですね、この数字は。次回の予想も悪くはないです。はい。パーフェクト決算ですね。数字上、ガイダンス読んでないので、ガイダンスがあるかどうかですけど、ただもう、ホームデポもあれですね、PR が20なので、まあまあ高い。はい。割高感が出ているかもしれないです。あ、レンジブレイクですね、もう完全ここ。323っていうとこ。日足で300この14っていうところのあたりを抜けてきましたね。はい。日足でこんだけ抜けてきました。うん。ということで日用品の決算が良くって、上げているというのが今日の、情であります。はい。そんな感じです。それでは、早速ですけども、今日の特集いきたいと思います。ちょっとごめんなさいね。今日の特集は、これごめんなさい。ちょっと時間的にお盆前のお話になりますけども、レバレッジのね、ナスダックの低減リスクをどう考えるかっていうところです。やっと多分、ナスダックの方もね、少し底打ち感が出てきて、こういうお話も、どうかなと思うんですけど、これちょっと長いので22分なので、最初ちょっと聞いていただいて、最後の方の話と、第4回目、これ第3、これレバナスの第3話ですけど、第4回目の最後の方だけちょっと紹介していきたいなと思います。はい。じゃあちょっと、流していって、途中止めたりとかしていきたいと思いますんでね。お願いしたいと思います。皆さんこんにちは。投資塾のゆうと申します。今日はレバナスミンを救いたい第3話です。9906ヶ月分を調査した結果をお伝えします。音はどうかな？皆様本日もよろしくお願いいたします。私が考えるレバレッジ投資最大のリスクは低減です。皆様ご存知の通り、低減リスクとは、ナスダック100指数が上昇下落を繰り返した場合、レバレッジの基準価格が次第に値下がっていくことを言います。ナスダック100指数はプラスリターンなのに、レバナスはマイナスリターンなんてことが起こるわけですね。では、ここで質問です。低減リスクの対価とは一体何でしょうか？正解は、定増です。リスクとリターンは表裏一体ですので、低減というデメリットがあるならば、ありがとうございます。ナスダック100指数が一方的に上昇した場合、レバレッジのリターンは指数と比較して低増していきます。例えば、指数がこのような価格変化をしたとします。100円が120円になったので、プラス 20% です。で、この時のレバレッジは、このような価格変化をします。100円が143円ですので、プラス 43% です。ナスダック100指数の上昇の仕方によってはですね、今日11時からの、2倍以上のリターンに期待ができます。アラートは、コーンが、リスクを負う代わりに、ベアが上ね、出てます。しっかりご理解ください。ちょっと文字小さいで見にくいですけどね、ここ。皆様にクイズがあります。過去の動画から出題します。直感で結構ですのでお答えください。営業日数約250日のうち、株価が上昇する日は何%ぐらいあるでしょうか？逆に下落する日は何%ぐらいあるでしょうか？例えば、上昇日125日、下落日125日だったら、
50対50ですね。で、過去3658日を調査したところ、上昇日と下落日の割合は55対45でした。で、相場がいい時はですね、この比率が6対4になって、で、相場が悪い時は5対5になります。つまり、基本的にはですね、上昇する日の方が多いということですね。ということは、マーケットが平常時であれば、上昇下落の55対45の関係から、レバレッジ商品は低減しにくいのではないかと推測することができます。で、上昇日の上昇率と、下落日の下落率が一定ではないため、あくまで目安として捉えていただきたいのですが、上昇下落が6対4、60対40だったら低増です。で、55対45なら、ほぼイーブンですね。で、50対50になってしまうと、低減してしまうとお考えください。今日の動画では、過去の低増期間の回数と過去の低減期間の回数を調べていきます。分析するにあたって、米国 ETF の QLD と999を使用しました。QLD をナスダック100レバレッジ、999をナスダック100指数としました。今、ルールを言っているので、ここでちょっと早送りするかもしれません。こちらの期間をすべて調査しました。簡単にご説明します。2006年12月末スタート、2007年12月末ゴールから2022年6月ゴールの16期間、2007年12月末スタート、2008年12月ゴールから2022年6月ゴールの15期間、これらすべての期間を合計するとですね、136期間になり、ちょっと飛ばしますね。ここ、今、調査期間のお話をしてます。で、ここずーっと行きまして、すいませんね。ゆうさん、こんだけいろいろやってくださったのに、飛ばして本当に申し訳ない。ここから行くかな。低減低増。ここから行きますね。ここから行きます。2021年は、×が一つです。ようやくすべて終わりました。次のページで結果をまとめていきます。結果発表です。今回調査したのは136期間です。この中で低増していたのは93期間でした。136分の93で 68% です。一方で低減していたのは43期間でした。136分の43で 32% です。低増低減の割合はですね、2対1ぐらいということが分かりました。で、低減していた中で、保留にした期間がありました。26期間あります。この26期間を再評価して、丸×三角に振り分けると、このようになりました。レバナスのリターンがリスクに見合っていた期間は、112期間あって、比率は 82% でした。逆にリスクに見合っていない、もうダメの期間は、17期間あって、比率は 13% でした。で、あとはですね、丸か×かわからない三角が、7期間あって、比率は 5% でした。で、もし、この三角評価を、×とするのであれば、丸×の割合は、8対2という結果になります。で、以上の結果によって、低減リスクは、確かに無視をすることはできませんが、低減リスクを許容して、レバナスに投資する価値は十二分にあると言えると思います。今日のスクショ保存用スライドです。低増低減の割合は7対3です。で、投資塾独自の評価方法では8対2です。で、今回調査した136期間と、全く同じ相場は来ませんので、
この比率というのはですね、目安にしかなりませんが、ご参考にしていただけたら嬉しいです。はい。ということでですね、ちょっとこの低減低増っていう、最初に多分この用語を知らない方とかもね、言うと、僕らはそのレバレッジ商品っていうのは、これレバレッジ2倍なんですけども、上がったり下がったりっていうのをそのレンジって言うんですけど、100% あったものが 10% 上がって 10% 下がって 10% 上がってをもし繰り返していれば、これはパーセンテージの問題で低減と言って、ね、10% だったら、少しずつレバレッジ商品は減っていくということはよく、話で聞くんですね。はい。だけど、今回、このレバレッジナスダックについての、この低減と、この低増ですね。徐々に増えていく形というのを、ユウさんがこう検証して、それを普通のナスダックとレバレッジナスダックとどう変わるのか。2倍の場合。結果としては、こういう形で、2006年から2021年の15年間で、調子が良かったのもあるんですけども、それを加味しても、レバレッジナスダックっていうのは、持ってた方が、いいんではないかなっていう結論になったと。かなりこれ、説明ね、大変だっていうことで、これ、僕もこれ実はこの中身をこう見ればみんな、出ますけど、なんて言ったらいいんだよ。だから、みんなは多分こう、レバレッジナスダック持ってる人は、不安になってる方がいると思うので、こういったお話をね、してくれたんだと思うんですよね。うん。で、今後、このレバレッジナスダックっていうのは上がったり下がったりを繰り返していくと思うんですけども、ただ、例えば、レバレッジをかけてるから、上がり下がりは当然激しいですよと。だけど、持ち続けていることが大事なんだよっていうことをね、この次の、ところで言っております。ちょっとここだけ紹介して今日終わりますね。今日低増という話があるよという点。それからこの4番はね、投資、ゆうさんこれいけるかな？ 4 番はね、一部だけいきます。ここですね。皆さんこんにちは。この4番のこのレバナスの救いたいっていうこの繰り上げ償還リスクっていうのは、そんなに考えなくてもいいと思います。要するに、証券会社さんがもうこれは、例えば下がっちゃうから、本当はこの期間で任期満了なんだよ、終わりだよっていう期間が決まって償還するっていうか、ね、全部売ってくださいねっていう形になるもの。で、これが予定よりも早くなってしまったことを、こう、繰り上げ償還。投資信託ではあるんですけど、で、レバナスではこういった、じゃあ、下がりすぎてて、償還してしまうのかっていうことを検証されてるんですね。で、この内容については、そんなに心配いらないんですけど、後半、聞いてほしいところがありますね。ちょっと待ってくださいね。このあたりかな。ちょっとこれ難しい話かもしれない。レバナスの信託終了の条件は、受益権の口数が30億口未満になった時です。受益権の口数は純資産を最初から難しい。これ計算方法難しいですけどね。ここはそんなに聞き流してほしいと思います。1664億円です。で、基準価格は 25,270 円です。で、これを計算するとですね、約658億口の受益権があることがわかります。658億口が30億口を下回るためには、現在の受益権の口数がですね、22分の1になる必要があります。
ものすごい、減らないと繰上償還にはならないということですね。うん。売上償還もでは、ほとんどない。受益権の口数が22分の1になることは現実的にあるのでしょうか。可能性があるならば、おそらくその要因は、リーマンショック級の大暴落が来て、で投資家がレバナスを投げ売りして口数が激減するというシナリオだと思います。うん。では、2008年リーマンショック時、その当時売れていた投資信託の口数はどれぐらい減ったのでしょうか。例として、ピクテグローバルインカム株式ファンドを使ってご説明していきます。ちょっとこれ難しい、飛ばしますね。とにかくないよっていうことを言いたい。になります。売却しますと、自ら、で、ここで不思議なのがですね、ここですね。基準価格や純資産と比較して、受益権の口数は、思ったより減ってないですよね。で、なぜ受益権の口数はあまり減っていないのか。答えは単純です。塩漬けと買い増しですね。一般的な投資家は保有有価証券にマイナスが出ているとき、売却しません。保有します。塩漬けにします。で、もちろん大事ですね。一部の投資家は投げ売りをしますが、投資家心理的に大半の投資家は損失が出ている商品を自ら積極的に売ろうとはしません。投げ売りを行う投資家より塩漬けを選択する投資家の方がもう圧倒的に多いです。うん。で、また大きくこの通り、下がっているんだったら、大きく下がっているんだから買い増しをしようと考える投資家もいます。ですので、大暴落時、受益権の口数は皆さんがですね、予想している以上に減りません。で、レバナスにも同じことが言えます。正規の大暴落が来ても、投げ売りを選択する投資家より、おそらく保有を選択する投資家の方が圧倒的に多いと思います。うん。ですので、レバナスの受益権の口数が今から22分の1になることは、ほぼありえないと、私はそう思っています。で、今お話ししたことはですね、私の経験則です。私は元証券マンですので、暴落時における平均的投資家の投資行動をたくさん見てきたつもりです。マーケットが暴落するとですね、人は自分の保有資産を見なくなります。うん。相場がいいときは毎日携帯を開いて、ここ大事ですどれくらい増えね。たかななんてこうチェックするんですけど、相場が悪いともう資産をチェックする頻度が減ります。うん。そして上がるまで待とう。上がってきたら、また携帯開いてチェックしようかななんて思うんですね。で、そのような投資家心理によって大暴落時でも受益権の口数は、思ったより減りません。ですので、レバナスの繰り上げ償還は、特に心配しなくても大丈夫かなと私は思っています。はい。ということで最後大事なことを実は言っていまして、これ多分ゆうさんがたまたまこの繰り上げ償還リスクっていうことでいろいろ調べているときに、受益口数っていう、要は、口数っていうのはね、誰かが一口買ったら、ね、なんていうのかな。一口100円とかってこの口数って言うんですけども、その口数は価格がこんだけ下がってもそんなに減っていないと。このね、この 2.85 から 2.14 とかあんまり下がってないっていう、この話をしているときに、長期の投資家っていうのは、割と塩漬けにしている。例えば今で言うと S&P500 とか、ああいう、長期積み立てのものも、売ったりはしていないことが多いではないかっていう話なんですね。で、ちょっと思ったのが、今年になって、ポストプライムもそうですけど、高橋段さんもそうだし、いろんな投資家さんの、チャンネルって、やっぱりもう、投資自体の興味が湧いてきてる方って、仮想通貨もそうですけど、今年に入って、やっぱり値が下がってるから、みんな、長期の人って多分、値動きチェックしないと思うんですよね。うん。例えばビットコインが上がってる時っていうのはみんな多分、興味のない、ビットコイン興味ないよとかって言ってる人でも多分値動きは見てたと思います。
上がってるから。はい。だけど今年に入っては、YouTuber さんとかでも登録者数も全然増えないし、新しくね、入ってきてる投資家さんっていうのも少ない。だから今、ちょっと前からやってる方でずっと、トレードとかもしてる方は、こう、値動き見たりとかね、こう楽しんだりとかしてると思うんですけど、やっぱりね、長期の方とかはこう塩漬けにして、携帯も見ず、もしかしたらこう YouTube だって勉強っていうことでも、まあ、見てない人も多いんじゃないかななんて僕は思います。ただまあ、それはそれでいいんですけどね。塩漬けにしてもいいんだろうけど、僕はやっぱりこう値動きは見て、勉強して、ちょっとこのナスダック自体にこれから動きで、まあ今までのような動きはないにしろ、またね、なんていうかな、世界を牽引するガーファムがどういう形でそのパワーバランスが変わってガーファムじゃないかもしれない。テスラと何かが入ってきて、こう、今のガーファムみたいな形とは変わるかもしれない。もしかしたら、国のハイテク企業がすごいのが出てくるかもしれない。例えば僕で言うと、まあ、ナスダックに上場するかわかんないんですけど、いつしか、インドの株が、ガーファムのような、例えばナスダックに上場したりとかね、して、来ることがあればね、そういったハイテク企業が、なんていうかな、またね、ガーファムに変わるようなね、企業が出てきたり、ただ、僕はそういうこうハイテク企業はずっと持ってて、その、世界を楽しみたいっていう思いがありますのでね、値動きもこう見ていきたいし、勉強もしていきたい。まあ、今、でも、ね、いろいろ忙しい方とかは、なかなかこう、株式のこととかも、見ないかもしれないですけどね。これは、まあ、こういう楽しみをね、持ちつつ、今は調子、まあ、やっとこうね、ナスダックも、不調してくるかなっていうところでね、一緒にね、こう、アメリカの企業をね、見ていきたいなと思っております。まあ僕の場合、アメリカだけじゃなくて新興国も含めて好きなもんですから、なんていうのかな。これからもね、ちょこちょこ、値動きを見ていきながら、楽しみたいなと思っております。はい。ということで今日は投資塾のゆうさんの方で3回目と4回目の、このレバナス民を救いたいというテーマで、低減低増という話も含めてね、お送りいたしました。はい。でですね、早速なんですけど、次回なんですが、もしかすると、木曜日、家庭教師の関係が、新しいちょっとお仕事が出てくるかもしれなくて、ちょっと、木曜日にならないと、できるかどうかわからない。もしかしたら、お休みになるかもしれません。また、放送の方ね、土曜日はやれると思うんですけど、実はその、木曜日の、家庭教師のとこはちょっと遠くって、もしかしたらそこが面談をやる関係上、木曜日がお休みになるかもしれないですね。はい。すいません。何回も言って。はい。久しぶりなんか、YouTube ライブをやった感じで、なかなかこうね、うまく喋れないこともあったかなと思うんですけど、また特に決算も終わって、行きますのでね、これからね、アメリカの相場中心にね、いろいろちょこちょこ眺めていけたらなと思っておりますので、また皆さんと一緒にね、勉強していきたいなと思います。はい。それではちょっと、木曜日わからないですけど、またお知らせしたいと思いますので、一旦は、次回、土曜日という形でお送りしたいと思います。はい。ちょっとまた、しめじいさんとかね、様子聞きたいと思いますんで、心配ですけど、また何か情報があったら、教えてください。はい。では、今日この辺で終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。失礼いたします。